皆さんこんにちは。ワールドラバーマックトのやすです。ぐちです。今回なんですけど、はい、ブロックについてやっていこうかなと思います。で、ブロックってこう、結構ね、感覚、センスみたいなところね、ちょっとそれ言っちゃおしまいじゃん。だって相手に打たれるドライブってスピードあったり、そうだね、ループ遅いけどめっちゃかかってたり、だから結局ブロックってなんかもう技術1個だよみたいな、なんか雰囲気ちょっとあるんですけど、じゃあね、上手な人はどうやってるのかって言ったら、もうその感覚ですよね。こういう球に対しては大体このぐらいで触るみたいな、っていうところをちょっと分かりやすいところで、深掘りというか感覚の違いみたいなのを説明していければ、すごい役に立つんじゃないかなと思うので、今回は、ブロックについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回バックでブロックやっていくので、バックの基本の構えをしてもらって、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。今ブロックやってみました。相手の球に対して受け止めるっていう感じですね。どっちかというとそのバックを打つとき、こういうリズムでやるんですけど、1、2みたいな。この振るところを完全に省略しちゃった感じですね。こう飛んできた球に対してぐっとこの落としたところ、ここで当てるだけっていう感じなので、相手の球の威力があるので、こう打ち返してしまうと、こうなっちゃいます。今入ったからいいですけど、もうカウンターですよ。カウンターしちゃうとやっぱりこう球がエネルギーを持ってる、スピードだったり回転だったり強いエネルギーを持ってるものに対して自分もエネルギー加えちゃうと、やっぱりミスの確率ってのは上がります。こんな風にオーバーしちゃったりはね、こういうミスたくさんあると思うので、まずはしっかり台に収まるように、当てるだけっていうのは、ブロックの基本になってくるのかなと思います。まずはこの基本のブロック、これはね、もう何も考えずにたくさん練習してください。やっぱりこう練習とかでもね、ドライブ対ブロックとか絶対やんなきゃいけない項目なので、練習してるうちに自然に上手くなっていく部分ではあります。もう当てるだけで安定して止まるよっていうところまでしっかり練習やり込んでください。で、このワンコースドライブに対してのブロックっていうのが、このブロック、いろんなブロックを覚えていく上で基本になってくるのかなと思います。はい。次に一発ドンってくるボールに対してちょっとブロックやっていきたいと思います。どうしよう、下からの方がいいでしょ。お、完璧だ。もう一回いきます。完璧だ。よし。お、完璧だ。もう一回いきます。完璧だ。よし。はい。で、この時のブロックの感覚なんですけど、基本の面とかは、さっきね、基本のブロックでやった時と同じ感じなんですけれども、感覚的にはやっぱり相手の球の勢いがさらに強い。やっぱ速さが上がってる。回転量っていうよりは向かってくる勢いっていうのがすごい強いので、さっきと同じ感覚だと弾き飛ばされそうになるんですよね。ちょっとやってみます。さっきのワンコースドライブでやった時と同じ感じで、飛ばされた。なんでこれ飛ばされないようにしなきゃいけないんですよ。じゃあどうするかって言ったら、ブロックの基本のところ、動作に関してはもう本当にさっきのワンコースドライブ止めてたのと全く同じで大丈夫なんですけど、こんだけ威力あるボールを止めようと思うと、力が抜けすぎてるとビヨーンってこうしなっちゃって押されやすい。
で逆に力をじゃあもう押されないようにしよう、力をグッて入れっぱなしだと今度跳ね返っちゃうっていうところで、結構その瞬時のタイミング、この瞬間にラケットにパッて当たるっていうこの瞬間の感覚がめちゃくちゃ大事で、どういう感じにしてるかっていうと、抜いといて抜いといて抜いといて、でも最後当たる瞬間に押されないように瞬間だけピッと軽く親指をピッとわかる。親指をピッと押さえてこうボールの勢いにラケットが負けないようにしてるような感覚なんですね。だからこれだけ強い力があると崩されないようにしないといけない。でも力を加えるとさらにカットしてしまうっていう微妙なところなんですけど、一番大事なのは面が崩れないことで、あとは最初ちゃんと脱力しておくこと、この2点できると勢いある球でも返りやすいです。ただ球がめちゃくちゃ速いのでボールの左右のズレとかに合わそうとしてうっとかって肩に力入っちゃうとめちゃくちゃ飛んじゃいます。もう力入れてるので、もう場所も合わせられない。飛んだ。これよくあるんですよ。これよくあるんですよ。急に打たれるとうわって力入ってオーバーしちゃう。逆に脱力しすぎパターン。しなっちゃった。なんでこの間なんですよね。当たる瞬間にピッて親指で押さえるぐらいの感じで面だけ崩されないようにしておく。でも脱力、これでも脱力、これなんか安心感あるはい、この感覚を覚えてもらうと相手に強い球を打たれた時でもある程度対応できるんじゃないかなと思うので、ここを意識してみてください。じゃあ次、めっちゃかかったループドライブに対して、ループって球の勢いがないからみんなちょっと力を足したりとかしちゃうんですよね。でこうなります。同じさっきのワンコースのドライブと同じような形でブロックを触るとどうなるか、ちょっとやってみます。うわ飛んだ。やると思ってたけどやった。俺飛んじゃった。でじゃあ同じブロックなんですけど何が違うかって言ったら、さっきまでの2種類のドライブは相手のどっちかというとボールの勢い、スピードに対してブロックしてますみたいな。もちろん回転もあるんですけど、どっちが重視かって言ったらスピードですよね。上回転でガン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 みたいな感じなので、そのスピードを抑えるために面を崩さないみたいなことを意識してやってきたんですけど、ループの場合は違います。何が強いかって言ったらスピードじゃなくて回転なので、ボールタッチの部分では相手の回転をいかに受けないかっていうところに、注意しなきゃいけないです。じゃあどうすれば回転を受けなくなるのかっていうと、みんな当たったら浮いちゃうから抑えようってしちゃうんですね。それも1個の手段なんですけど、実はこれ抑えると余計回転食らっちゃうケースがすごいあります。特に今時のスピンテンションを使ってると勝手に引っかかっちゃう、勝手に引っかかってオーバーしちゃうパターンが多いので、私のそれはそんなにかぶせずに普通の面出しといてください。じゃあさっき普通の面飛んじゃったじゃんって思うかもしれないんですけど、どうすればいいかって言ったら、長く持つと当然回転の影響を受けます。ちょっとやってみます。長く持ちます。持ちを長くする。うわすげえね。なのでやっぱりかかってるものを長く持ったらそんだけ影響もしっかり受けちゃう。じゃあ逆に短く触るんですよ。球持ちをなくする。そうすると勢い自体は弱いのでそんなに考えなくてもスピードを返せるわけです。で、回転のところだけ影響を受けないようにする。これ今短く触った。どういうことかというと、もう本当に自分の感覚なんですけど、熱い夜間とかにペッて触っちゃった時パッて引っ込めるじゃないですか。もう触った瞬間にパッて引っ込めるぐらいの、実際にラケットこうやって引いてるかって言ったらそういうわけではないと思うんですけど、瞬間的にもう一瞬しか触れない、そういうイメージでやってもらうと回転の影響全然受けなくなるんですよ。全然回転の影響全然受けなくなるんですよ。全然受けない。このタッ
値を覚えてもらうと回転のかかったものに対してこううまく扱うことができるのかなと思います、はい、で今度もループとかでねカウンターしたい人多いんですけど、これも同じです、長く持ってピャンってカウンターすると相当上書きしてあげないとまた飛んでいっちゃう、ちょっといいかなね、インパクトは出たんですけどいい音は鳴ったんですけど飛んでっちゃった。じゃあこれを短く弾くんですよとカウンターっぽいブロックができてくる。やっぱりこの、ね、回転に対する感覚、あとはスピードに対する、感覚、これブロック同じようなフォームでやってるんですけど、こう実際触れてる時の瞬間は全然違う意識でやってるっていうところを知ってもらえたら